不思議な格好をしておりますけれども、今日はなんとですね、青森県風間浦村からあんこうが届きましてですね、あんこう唐揚げとあん肝のせり鍋というで、今日はあんこを使ってこのお鍋作るんですけど、他の白身魚でも同じことできます。今日のあんこう料理みたいに一回唐揚げしていただいてお鍋にするとすごく美味しいです。美味しそう。ほら、感動的にうまいです。少しお魚の鍋のレベルが一段階上がる感じの味ですね。皆さんこんにちは。今日はですね、こんな不思議な格好をしておりますけれども、今日はなんとですね、青森県風間浦村からあんこうが届きましてですね、今日はあんこうの料理を作るという、帽子もねいただきまして、帽子あんこう型っていうのかな、あんこの形です。ハッピーがねまたものすごい派手なわけですよこれ。ね、で風間浦のあんこうって皆さんあまりご存じないと思うんですけど、例えば東京にあるあんこう鍋とかで有名な高級なお店ですね、ほとんど風間浦のあんこうだと思いますね。で生きたまま水揚げされるので非常に鮮度が高いことで有名です。それを締めてすぐ東京に送られるんで、非常に美味しいあんこうが食べられると。風間浦村から届いたあんこうがこちらですね。はい、こんな感じでございますね。綺麗ですよ、身が。肝もねたっぷり。はい、じゃあ早速作っていきます。今日のあんこうを使った料理はあんこう唐揚げとあん肝のせり鍋というメニューになってます。材料ですけれども、あんこうの身の部分ですね、それからあんこうの肝、下味としてお醤油、お酒、生姜、汁、それからあん肝を作るんですけど、お酒とお塩で、ベースなんですけどかつおだし、それからお醤油、お酒、みりん、お塩ですごくベーシックですね。で具材としてせり、ごぼう、豆腐、柚子です。で唐揚げする時にあと片栗粉使いますね。で今日はあんこを使ってこのお鍋作るんですけど、他の白身魚でも同じことできます。今日のあんこう料理みたいに一回ちょっと唐揚げしていただいてお鍋にするとすごく美味しいです。まずですね、あん肝の下味をつけていきます。蒸すんですけれども、その前にお塩とお酒でちょっと臭み取っておくと。でこういうところに筋のところに血の塊が結構入ってる時があるんですね。これはないんですけど、あったらそれは抜いてください。そしたらまずお塩、裏面も同様ですね。お塩して、ここにお酒少しですね。お塩が取れないぐらいでちょっとで、これでしばらく置いておきます。であんこを切っていきます。であんこは割と表面のその筋膜になるんですかね、膜があって、それが火が入るとキュッと締まるんですよ。でものすごくちょっと締まりすぎる感じになるので、この表面の膜ちょっと切っておきます。完全に多分取りきれないと思うので、大きいところだけ切ればいいとは思いますね。そしたら身を切り分けていきます。で一口大ですね、このぐらいでいいと思います。唐揚げにするんで下味つけます。まずお酒、それからお醤油です。で生姜の絞り汁、絞った生姜からパッと入れて揉むと。でこれでしばらくつけておきます。つけてるあんこうは上からちょっとラップをしてちょっとギュッと押すと、こうすると漬かりが早くなりますね。で野菜の下ごしらえ入ります。ごぼうはまず皮を本当にいい感じに削れると思いませんかこれ。それは何を使われて削られたんですか。ちょいマナという、いやらしい、だいぶいやらしいです。そしたらささがきします。そんな小さくなくていいですね。そしたら本当はもう少しつけた方がいいんですけど、このあんこうの肝、塩したところがちょっと点々点ってこう染み込んでる感じが出てきたら、一つの目安ですね。3、40分ぐらいじゃないですかね。でこれお酒もちょっと香りのあるお酒の方が本当はいいって言われてますね。赤酒とか熟成した日本酒であん肝作っていきます。僕はいつもラップとホイルでやります。こういう風にちょっとビロってここ肝出てますよね。こういうのを内側にこうやって入れちゃう。わかりますか。ラップでキュッキュと絞りながら左右も詰めてゴロゴロゴロっとゴロゴロゴロで片っぽ縛る。で片っぽの方に寄せて寄せて寄せて、でこういう感じですね。こういう感じ。でこのまま蒸し器かけちゃうとラップだとちょっと当たりが強すぎるんですね。
なのでここでアルミホイル。はい、この状態ですね。こういう蒸し器ですね。蒸し器がない場合は深めのお鍋にざる乗っけて、ちょっとこれサイズ小さいんですけど、こういう状態ですね。で蓋をすると。ただちょっと漏れは大きいんですけど、同じように蒸せますんで。そしたらこれ入れて中弱火ぐらいでいいんじゃないですかね。これで30分ぐらい蒸していきます。はい、蓋します。はい、そしたら、あん肝ですね。こういう状態です。でまだあったかいんでちょっと緩いんですけど、これが冷たくなるとキュッと締まります。その状態で必ずお鍋に入れるようにしないとすぐ溶けちゃうんですね。そしたらこの状態で、冷蔵庫とかがいいと思いますけどね、粗熱取れた後に。今日はちょっと水に浸からないようにこうやって急冷しますね。置いておきます。そしたら今度は唐揚げやっていきます。このあんこうの身ですね。お醤油吸ってちょっと色がで、ほとんどねこれなくなりますね。この使ったあんこうを全体まぶしいのちょっとキュッと握る。そうすると粉落ちが少ないですね。でお醤油が絡んでるので結構焦げやすいんですね。だから高温じゃなくて中温ぐらいで揚げるイメージでいいと思います。170度ぐらいで色がついたらっていう感じじゃないですかね。あと余熱でいきますね。やっぱりあんこも水分多い魚なんであんまり揚げすぎない方がいいと思います。水分抜けていくんで。はい、そしたら、ベースの出汁を作ります。小鍋がいいんですよね。なんかね、大きい鍋でたくさんバリバリって食べるっていうよりはちょっと小鍋仕立てにしてちびちび食べるっていうのが理想的な鍋ですね。お酒、みりん、お塩でちょっと煮立つまで待ちます。でセリを切っておきます。セリはですね、根っこも美味しいんですよ。で今日は入れないんですけど、僕多分自分家で食べる時だったら入れちゃいます。セリって基本水の中に生えてるんですごく清潔ですよね。でお豆腐もこんぐらいでいいんじゃないですかね。水気切っとこうかな。醤油で、あとあん肝ですね。あん肝冷えたかな。いけますね。ちょっとまだね冷え切ってないので緩いですけどね。ちょっとまだ常温よりちょっと冷たいぐらいです。まだちょっと緩いんですけど、なので今日はさっとくぐらせて食べるようなイメージで食べます。そしたらお鍋ですね。お鍋の仕上げです。まずごぼう、お豆腐で、沸いてきたら唐揚げですね。これがねうまいっすわ。衣がこの出汁を染み込んで、これ風間浦で出してくんねえかな。出してほしいな。そしたら次に肝なんですけど、ちょっと緩いんでマジ要注意です。今日はこういう感じですね。美味しそう。ほらこれもうだからあれですよ、ポン酢もみじおろしとネギでね食べたいとこですよね、これね。じゃあこっからはもう強火である必要はないので、まず肝です。ちょこっとセリちゃんと、最後柚子をちょっとこう削って香り立てすると完成です。まずはあん肝から唐揚げと。じゃあまず唐揚げからですかね。よく染みてますよ、出汁が。感動的にうまいです。感動的にうまい。どうしよう、自分でも驚いてます。こんな美味しかったっけと思って肝、だこのうまさ、すんごい美味しいですよ。これはね他の魚でも同じやり方でねちょっとやってみてください。ちょっとリッチな感じするし、なんか少しお魚の鍋のレベルが一段階上がる感じの味ですね。すごくいいです。なかなかスーパーとかで風間浦あんこうって売ってないとは思うんですけど、風間浦あんこうに触れる機会がもしあったらぜひ食べてみてください。弾力といい、こう硬いだけじゃないんですよね。噛むとふわって中の身が爆発的に広がってくる感じなんですよ。そして味がしっかりあります。とっても美味しいです。ごちそうさまでした。